今日はユニボール RE3 ビズという多機能ペンを購入したので紹介していこうと思います。全体的に艶消しの塗装がされていてかなり落ち着いた質感となっています。グリップにはローレット加工が施されていてカクカクとした造形となっています。メリハリのあるゴツゴツとしたデザインで非常にかっこいいですよね。こちらの多機能ペンは 0.5mm の赤、黒、青の3色のボールペンの3機能の多機能ペンとなっていて、シャープペンは搭載しておりません。いつもの回転式の多機能ペンだと思って回してみると、リフィルが出てこなくて驚く方もいると思います。実はこちらは回転セレクトノック機構という変わった機構が搭載された多機能ペンとなっています。ここに小さい出っ張りがあるんですけれども、回転させて合わせたマークの色と同じインクのリフィルがノックをすると出てくるといった仕組みとなっています。青色のマークにすると青色のインクが使えて、黒色のマークにすると黒色のインクが使えます。使いたいインクの色のマークを上にしてノックをする振り子式の多機能ペンと、回転してリフィルを出す回転繰り出し式の多機能ペンを合わせたような機構となっています。ただ、色を変える時のアクションがいちいち多いので、あんまりこの機能に魅力は感じないですね。リフィルを交換するときはノックをした状態で回すことでグリップを取り外すことができます。金属のリフィルが使われていて、消耗が早いゲルインクでもある程度長く使えるなと思いました。返信は100円となっています。ノック部分のキャップまでローレットみたいになっていて、細部まで凝ったデザインがされていますね。振ると結構シャカシャカと音がしてしまいますね。グリップの部分が細く、鋼軸が太くなっているので重心バランスはあんまり良くないですね。気候の関係上仕方ないと思うんですけれども、長く使っていくとちょっと疲れてしまうかなと思いました。消せるゲルインクボールペンということで、キャップを開けますと消し具を使うことができます。フリクションと同じ仕組みですね。では実際に書いていこうと思います。最初はすごくかすれました。インクが入っていないんじゃないかと思ったんですけれども、なんとか書いていくと出てくれました。こちらのペンのコンセプトが消せる3色ゲルインクボールペンということで、書き心地に関してはあまり重視していないインクであるのは重々承知ですが、それでもだいぶ不満が残りますね。書いてみると滑らかではないです。発色がとても悪いです。書き始めはかすれやすいですといった感じで、消せる機能がもしなかったら本当に最悪だなといった感じです。中でも発色が悪いっていうのが致命的で、赤じゃなくて薄いピンクみたいな色になっています。自分が好きなパイロットのアクロインキと比べてみると全然違いますよね。フリクションをここ6年ぐらいずっと使っていないので、どっちがいいかは全然比べられないんですけれども、いつも滑らかなボールペンばっかり使っている自分からしたら使いたくても使えないなと思います。欅という漢字をたすきと間違えて書いてしまったのを想定して消していこうと思います。徐々に徐々に消えていくといった感じですね。でもどうしても跡が残ってしまいます。完全には消えないっていうのは知っておいてほしいなと思いますね。これはフリクションも一緒かなと思います。あとやっぱりインクの色を変えるときにリフィルをしまうためにノックをして回転して、それから再びノックをするといった感じでアクションがいちいち多いので結構ストレスですね。普通に回転繰り出し式にした方が使い勝手はまだいいと思いますね。あと機構が上の部分に集中しているので重心バランスは結構高くて長期筆記には向いていないかなと思いました。RE は書き直しができるというところからリプレイとかリトライから来ているんじゃないかなと思います。3機能だから3、そしてビズはビジネスの略となっていて、ビジネスマン向けの多機能ペンとして登場したモデルですね。消せるボールペンってビジネスマンが使うっていうのはあんまり考えにくいんですけれども、もしかしたら使うっていう方もいるかもしれないです。値段は1000円プラス消費税となっています。普通のボールペンとして使うっていう方にはお勧めできないですね。違う多機能ペンを買った方がいいと思います。それでも消せる、なおかつかっこいい多機能ペンが欲しいという方は Amazon の方チェックしてみてください。ということで今日はユニボール RE3 ビズの開封でした。酷評してしまったんですけれども、さらなるいい製品が出てくれればと願ってこのような評価をしているので、これからも思ったことは素直に言っていくつもりです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。